床は灰色のコンクリート、壁は漆喰の白が映え、少し黒みがかった赤銅色の柱に趣を感じる。部屋の四方の窓から注ぎ込まれる冬の太陽の柔らかな光が心地よく、窓越しの景色と相まって癒しの空間を作っている。入り口から入ると右手にカウンターがあり、カウンターの奥には厨房が広がっているのが見えた。結構、広い厨房でお料理教室のスタジオのようだ。少しだけ上に目線をずらすと、私の目線の正面に、斜めに木板が貼られている箇所がある。2階もあるの？と私が聞くと、2階もありますよ。後で上がらせてもらいましょう、と葉月は言った。店内の心地の良い雰囲気にほだされて、きちんと見ていなかったが、よくよく見ると、きれいにリフォームされているようだが、建物自体はかなり古いようだ。テーブルを灯す天井から吊るされた褐色の電球が、空間を温かみのある雰囲気に演出していた。しかし、窓が多い分、冬は毎年こんなに寒いのだろう。ストーブをつけてはいるが、暖かいのはストーブの近くだけのようで、私は一旦、コートを脱いでみたが脱ぐと寒いような気がして、また、羽織り直した。昔はここが、信也くんの実家だったんですよ、とコートを脱ぎながら葉月が言った。公園に住んでたの？と私が驚くと、昔からここに家があったから、多分家が先で公園が後。私もよくわからないんですけどね、と葉月は一度、外したマフラーをまた、首元に巻き直しながら言った。すごいおしゃれだけど、窓多いけん、寒くない？と私が聞くと、だから、ストーブのそばを陣取るのが最高なんです、と葉月は微笑みながら言った。なるほど、と私は、年季の入った白い対流型石油ストーブについた無数の傷を見つめながら答えた。信也が厨房から大きな鍋に水を張って持ってきて、ストーブの上に置いた。これでもう少し、暖かくなると思うばい、と言い、また、厨房に戻っていった。葉月がテーブルに置かれていたメニューを私の方へ差し出しながら、何にします？と聞いてきた。メニューを見ると、それは至ってシンプルなメニューだった。ハンバーガーとドリンクとデザートの案内しか載っていない。ハンバーガーはレタス、トマト、パテ、チーズ、パセリが入ったデフォルトのものがあり、お好みでトッピングをする形式になっている。ハンバーガーセットはプレートになっているようで、少しのサラダとパスタ、季節のフルーツのコンポートにドリンクを一つ選べるようになっていた。私はいつもハンバーガーを食べに行くと、どの店でも必ず決まったトッピングを注文する。しかし、なんとなく葉月にトッピングする？と聞いてみた。すると葉月がアボカドとチェダーチーズをいつもトッピングするんですよね。という。私は驚いた。私も同じ、と食い気味に葉月に言った。飲み物何にする？と私が聞くと、冬場はいつもホットジンジャーを注文しちゃうんです、と葉月ははにかみながら答えた。私もメニューのドリンクの欄を見ながらホットジンジャーにしよう、と思っていた。私もホットジンジャーがいいなって思いよった、と私が言うと、葉月は驚いたような顔をしながら、一緒ですね、と笑った。私たち、食べ物の趣味も似てるんやね、と私が言うと葉月はふふふっと上品に笑った。メニューが決まった私たちは、机の上のチリンを鳴らした。深夜ではなくアルバイトの女性が厨房から出てきてオーダーを取ると、また、厨房に戻っていった。ねえ。年、何歳？と私は葉月に聞いた。同じ年くらいだろうと思ってるんやけど、そういえば聞いてないなと思って、と私が続けると、葉月は、言ってなかったですね。私は23です、と答えた。私も23。同じやったんやね。じゃあさ。もう、敬語なしにせん、同じ年に敬語って変やない？と私が言うと、葉月は少し戸惑ったような顔をしながらも笑顔を作り、そうやね、と答えた。私のこと、陽花でいいし。私ももう、呼んどるけど葉月って呼ぶし、と私が言うと葉月はまた、戸惑ったような顔をしながらも、そうやね、と答えた。恋人は？と私は葉月に聞いた。おらんよ。今のところは。
好きな人もおらんし。誰かおればいいけどね、と葉月は苦笑いをしながら言った。そうか。私はだいぶ年上やけど、彼氏おる、と私は話を続けた。年上の彼氏か。いいな。あれ、週末よかったん？彼氏さんと会わんで大丈夫なん？と葉月が急に心配そうな顔をした。うん。あっち仕事あるしね。週末はほとんど会わんよ。私は歯切れの悪い返事をしたが、葉月は全く気にしない様子で、彼氏さん、何してる人？と聞いてきた。プロミュージシャン。ギター弾いてる。すごい、なんか、かっこいい。ツアーとか出たりするん？ほとんど、スタジオとかやけど。ツアーも行くね、と私は少し自慢げに話した。ミュージシャンの彼氏か。かっこいいけど、ちょっと、モテそう、と葉月は言葉尻を小さくした。そうやね。多分、モテてると思う、と私も言葉尻が小さくなった。不安にならん？と葉月はおでこに少し力を入れた表情を作っていった。ちょっとは不安になる時もあるけど、モテる男の彼女って何か良くない？あんたが追いかけてる男は、実は私の男なんよ、っていう優越感とかあるし、と私は強気に答えた。そうなんや。確かに、モテる男性の彼女ってなんか、かっこいいもんね、と葉月は歯切れ悪く言った。そんな葉月の何かをはらんだような声色に気づいて私には無理だけど、という言葉を隠されたように感じた。